CEO のエイクです。というわけで、アンリアルエンジンのメタヒューマンでゲームの主人公のキャラクターモデルを作成してユニティに持ち込んでみたいと思います。前回の動画の通り、主人公は竹取物語のおじいさんです。先に言ってしまうとなのですが、今回の方法は全てを完璧に持っていくことはできていないという感じですね。残念ながらフェイスアニメーションとかも今回はやっていません。メタヒューマンからユニティにキャラクターを持ち込もうとした際にだいたい5つほど問題があったのですが、ざっくり言うと、1、ボーン構造が顔と体と服の3つに分かれていてユニティのヒューマノイドとして認識されない。2、顔と首のボーン、ヘッドとネックに対するウェイト。3、ポリゴン数。4、顔と体のメッシュ間の切れ目。5、マテリアル設定という感じで自分で対応しないといけない部分がいくつかある感じですね。後でその都度解決していきたいと思います。というわけで早速メタヒューマンでキャラクターを作っていきます。おじいさんはだいたいこんな感じかな。目の感じを優しさの中に隠しきれぬ悲しみを帯びた瞳をイメージした感じにしたいですね。だいたいよし。服をファブで購入したアセットをインポートして着用してみます。帽子から髪がはみ出してますが、帽子は後で消すのでとりあえずよし。またこの時点で髪とヒゲをメッシュで強くするために LOD の項目で Always Use Hair Curves にチェックを入れておきます。キャラクターができたのでアセンブルします。 5.6 の基地の問題としてアンリアルエンジンの公式ドキュメントにあるのですが、エディターを英語以外の言語設定にしているとアセンブルした時にテクスチャが正常に反映されないので、英語のエディターに変更してからアセンブルします。メタヒューマンフォルダの中にキャラクターのフォルダが作成されていて、開くとキャラクターのブループリントがあるので、これを配置してエクスポートします。これだけだとマテリアル設定の方はエクスポートされていないので、キャラクターのフォルダからそれぞれのマテリアルもエクスポートしておきます。また髪と眉とヒゲのメッシュは別に分けられていて、ブルームズのフォルダ内にあるので、こちらも必要なものをそれぞれエクスポートしておきます。次はブレンダーです。ブレンダーで先ほどのエクスポートしたブループリントを FBX インポートすると、ボーン構造、アーマチュアが3つに分かれているのですが、ユニティでボーンをヒューマノイドとして認識させる際に問題が発生するので、アーマチュアを1つに統合します。服のメッシュを選択してモディファイア項目のアーマチュア設定でオブジェクトを体のアーマチュアルータに変更しておきます。服のメッシュを選択した状態でコントロールキーを押しながら体のアーマチュアを選択して、体のアーマチュアを選択、服のメッシュが追加選択された状態にします。ここでコントロールプラス P からオブジェクトトランスフォームを維持を選択してペアレント設定をすると、服のメッシュを体のアーマチュアの子にできます。同じように顔のメッシュも体のアーマチュアの子にしておきます。ポーズモードにして動かしてみます。服はボーンについてきているのでよし。頭がボーンに追従していないので、頭と首のウェイトペイントをそれぞれ見てみると、ボーンを統合した影響なのか、こんな感じで塗られてない状態になっているので、ウェイトをいい感じに修正します。よし。これが2つ目の問題になります。それからグルームズでエクスポートした髪と眉とヒゲもボーン設定やウェイトが塗られていない状態になっていますので、こちらもそれぞれインポートした後、服や顔と同じように体のアーマチュアの子に設定してウェイトも塗っておきます。3つ目、ポリゴン数の問題があって、ブレンダーの統計表示見てみると、服が45000、LOD0 の顔と体で95000という感じで、LOD0 の髪とヒゲも合わせると全体で約20万ポリゴンでした。ユニティでゲーム中そのまま動かすには重そうかなっていう感じですかね。まあ問題というか、この辺は用途や使う人次第な部分かもですね。LOD はあまり分かっていないのですが、レベルオブディテイルというゲームや CG の概念で、カメラとの距離に応じてポリゴン数を減らした 3D モデルに切り替えて表示することで、処理の負荷を減らす技術らしいです。遠くの人物は単純なモデルで表示するみたいな。私は意識低い系なので、今回は LOD 切り替えはなしで、最初からポリゴン数を減らす感じでもいいかなと。調べた感じでは、ファイナルファンタジー7リメイクのクラウドさんは約11万ポリゴンで、リバースのクラウドさんは約22万ポリゴン、エルデンリングは
標的のキャラクター1体で2万から5万。VR チャットのキキオちゃんは約10万8000ですね。10万とかだとかなり高精度のキャラクターモデルという感じなのかなと思うので、複数のキャラクターを出す感じだと1人2万から3万ポリゴンくらいで作った方がいい感じですかね。それを考えると基本のポリゴン数をもう少し減らしたいかなっていう感じなので、顔と髪と下髭を LOD1、他は LOD2 をベースに使うことにします。これで顔と体と髪と髭で4万2000ポリゴンまで減らせるのですが、メタヒューマンの使い方の問題なのか、僕の方は LOD0 以外の出力ができなかったので、ブレンダーアローンのクワッドリメッシャーを使ってリトポしてポリゴン数を減らします。これで福一式で約1万6000ポリゴンまで削減できました。だがしかし問題もありまして、これは完全に別のメッシュを一から作った状態になりますので、つまり UV 展開をまた一からやって、それに合わせたテクスチャもまた一から作って組み合わせる必要が出てきますね。はい、やりますか。というわけでやっと完成。クリスタで自作したテクスチャに疾患合成で元のアセットのラフネスマップを合成したところ、服の素材感はいい感じに出た気がします。これで全体で約5万8000ポリゴンですね。まだ重いかもですが、とりあえずはこれでいってみます。そして問題の4つ目になりますが、顔と体の境界の問題ですね。これはキャラクターの服が胸元を隠しているタイプの服なら問題ないと思うのですが、今回は胸元が少し見えているタイプの服なので、ユニティでキャラクターが切れ目っぽく見えてしまうかもという感じなので、顔のメッシュを体のメッシュに投稿していい感じに頂点をマージしたりして切れ目をなくします。ここまででブレンダー側でやることは大体終わりましたので、ようやくユニティの出番です。というわけで最後に5つ目の問題になるのですが、マテリアル設定をアンリアルエンジンから直接は持ってこれないので、アンリアルエンジンからエクスポートしたマテリアルテクスチャをユニティでそれぞれのマテリアルに設定して可能な限り再現したいと思います。顔のマテリアルどれがどれか全然わからない。のでアンリアルエンジンとユニティでそれぞれ観察してみます。そうか、わかったぞ。謎は全て解けた。 LOD1 の顔についてマテリアル番号の0は顔全体、1は口と歯、2は左目、3は右目、4はアイシェル、5はまつげ、6は涙腺、目の周囲内側の肌色部分のはず、おそらく。4のアイシェルは正直よくわからなかったのですが、多分アンリアルエンジンの目のハイライト処理用なのかなっていう感じで、ユニティで扱うのは難しそうだったので、ブレンダーに戻ってメッシュを削除しました。5のまつげもカードタイプのまつげが今回のおじいさんのキャラに合わない感じだったので、同じくメッシュを削除します。そしてハイライトが消えたおじいさんの瞳、多分解決方法はいろいろあると思うのですが、一番手っ取り早くて楽そうなので、とりあえずクリスタでテクスチャに手書きします。おじいさんの瞳、光が戻ったのでよし。それからそれぞれのマテリアルにベースカラーやノーマルマップなどを設定していきます。ここでノーマルマップがノーマルマップとして認識されていない問題があるので、ユニティプロジェクトのセーブをした時に表示される警告のフィックスをして直しておきます。これでひとまずは OK ですかね。せっかくなので何か動かして確認してみます。ちょうどこの前ユニティアセットストアで買った可愛いアニメーションズ100があるので、とりあえずこれではい可愛い、やったね。というわけで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。